北海道一周冬旅総集編。皆さんこんばんは。これから北海道に向けて出発します。常磐道と東北道で青森まで行きます。スタートは柏インターチェンジです。柏ってどこやねん。柏は東京から高速で約40分くらいの距離です。青森までのナビの到着予想は約8時間です。深夜割を使い、途中で仮眠をしていきます。今回は冬の北海道を一周してみたいなと思い、少し遅い3月の中途半端な冬になりますが、流氷や冬景色を見に行くことにしました。北海道の冬を体験してきます。一人旅なので投資しないか少し不安はありますが、20年かけて体重100キロの脂肪を蓄えてあります。一般男性よりは寒さに耐えられると思われます。やったね。出発の前日にフェリーの予約をしてあります。ネットでは2日後からでしか予約できませんでした。ネットでオフシーズンの海割で13,000円。お得にフェリーを予約できました。明日の17時15分に出港なので、15時までには到着する予定です。時間にはまだまだ余裕があります。青森、函館は4時間おきに船があり、予約なしでフェリー乗り場に到着してからカウンターで手続きしても良さそうです。ただオフシーズンなので満席はないと思いますが、割引がないのが大きいです。ネット予約の割引で13,000円。窓口では19,760円と、約7,000円も高いです。ゲゲー。広くて綺麗なサービスエリアです。こんくらい進みました。まだまだ先は長いのでとにかく走ります。ハイエースは運転席の位置が高いので、普通車よりも先が見渡せられ、少し先までの予測がしやすくて良いです。トラックしか止まってません。ここでの仮眠は無理そうです。次のサービスエリアを調べてから出発します。これくらい進みました。常磐道は片側1車線区間があるので、高速道路としては致命的ですが、追い越し道路がいくつかあるので、深夜であればストレスなく運転できそうです。東北道と違う良いところは、上り下りの激アップダウンが少なく、間の急カーブがありません。安心してゆったり走れると思います。ただ、軽トラのおじいちゃんがいたら、ストレスマックス間違いないです。
仙台に近づくにつれ車線が2車線になりました。街灯も増えてきて視界も良くなってきました。仙台からは東北道になります。まっすぐ進むと三陸道ですね。ここもトラックばかりです。ここでの仮眠も無理そうです。エンジン音がすごいです。半分くらいまで進みました。ここもトラックでいっぱいですか？もう諦めてここで仮眠を取ります。半分ちょいまで進めました。エンジン音がパネース。お腹ペコペコなので飯を食べてきます。メニューが多くて迷うな。タン塩丼。牛タンは安いなりに高菜と麦飯が美味しい。醤油ラーメン。普通のあっさり系のラーメンだが、夜中に食べるラーメンは最高です。エクセレント。2個食いをしてしまいました。ダイエットは明日からですね。カーテンをして、寝袋と枕を敷いたら、寝るだけです。ハイエース最高。おはようございます。肌寒くて暖かい気持ちの良い朝です。昨日あれほど止まっていたトラックが嘘のようにいなくなりました。お勤めご苦労様です。さようなら。6000キロからスタートして356キロ走りました。平均燃費は 12.2 キロです。航続可能距離は235キロ。途中で1回給油しないとダメそうですね。トラックのエンジン音でなかなか寝つけられなくて、3時に寝ついて8時に起きました。それでも5時間は眠れてます。久しぶりの高速は爽快感がありますね。一般車のクラウンに怯えながら、怖いです。覆面かもしれないので全神経集中です。ハイエースにはクルーズコントロールがないので、ピボットという代用品になります。アクセルを踏まなくても速度の維持はしてくれますが、前車に追従しながらの加速減速はしてくれません。微妙と重いカスタムには取り入れませんでしたが、こういう場面では欲しくなりますね。このハイエースは 2.8 リッターディーゼルターボですが、時速100キロからの加速がいまいちです。ゆっくり速度が上がり非力感があります。スタッドレスの影響も少しあると思いますが、110キロあたりからは車体がふわふわします。車線変更や追い越しがゆっくりになります。
バンに何を求めてるんだよってことですね。先ほどから120キロ区間を走っています。ハンコックの格安スタッドレスを履いていますが、特に問題なく120キロから100ちょめちょめキロで走れてます。軽くひねってあげましょう。ハイエースは座席の位置が高いので広く見渡せられ、景色を見ながらのドライブにはとても良いです。エクセレント。トイレ休憩をしたら出発です。ギリギリつかないかもしれないので3000円分給油しました。軽油リッター177円と少し高いな。満タンとは言えず3000円分とか。貧乏はセルフしか行けません。サービスエリアだからしょうがないですね。でも寒冷地用の軽油だと思われるのでエンジンがかからない心配はなくなりました。軽バン速い。やはり車の性能ではなく気合が大事ですね。120キロ区間はなかなかエキサイティングでした。少し休憩します。休憩からの出発です。少しずつ雪景色になってきました。青森まで残り140キロです。前に赤灯を回してるパトカーがいます。一般車は行かないのですが、大丈夫かよトラック。トラックがどんどん行きます。一般車はカルガモ状態なので、トラックの先輩たちに便乗します。赤灯を回してるので恐怖でしかないわ。もうこれは気合で行くしかないですね。カーツ50キロで走ってたのでめっちゃ遅かったです。ゲゲー。トラックの先輩たちには感謝です。どうもです。雪国の景色に変わり、いい感じになってきました。すごいすごい。青森に到着です。あとちょっと。9940円。恐ろしいですね。フェリーターミナルに到着です。やりました。
休憩しながらで運転時間は約9から10時間でした。仮眠時間を合わせると約16から17時間です。5時間寝たので2時間は YouTube 見てたようです。2時間前になるまでチェックインできません。ここまでの走行距離は677キロでした。平均燃費は12キロですね。概算ですが荷物を合わせて積載が約250キロ。デブが100キロなので計350キロの積載で、スタッドレスタイヤなのに燃費が良いです。アドブルーは出発前に補充してあります。1000キロ走ってないので減ってません。時間になったので向かいます。スマートチェックインします。QR コードをかざしたら、チケットが発行されました。無事チェックインできました。乗船です。少し緊張しましたが、スタッフが丁寧で安心しました。これから4時間の船旅です。船内はとても綺麗です。冬は外には出られないようです。残念。喫煙所があり大変助かります。エクセレント。出港しました。心の準備をしないと。意外と揺れます。おっと、まっすぐ歩けないがな。オフシーズンなのでガラガラです。一人一部屋の貸し切り状態です。やったね。乗り込み時は混んでたのですが、一眠りしてたらガラガラでした。サクッと体を洗い流します。4時間長いようで短かったです。函館に上陸です。19時30分に出発して20時50分に到着。無駄に25時間かかりました。仮眠時間やフェリーの待ち時間がなければ、15時間あれば到着できると思われます。北海道で安いと言われている岡本。車で5分くらいのところにありました。先に給油をしておきます。軽油 134.5 円とめっちゃ安い。長谷川ストアで焼き鳥弁当を買い、
フェリーターミナルに戻ってきました。本日は駐車場で車中泊です。第2駐車場になります。トイレはフェリーターミナルのを利用するので少し遠いです。牛手巻き串塩3本500円。牛なのでお値段しますがうまうまです。腹ペコで焼き鳥弁当を2個買い。鶏ではなく豚肉です。一人宴会の準備ができました。ウイース YouTube 見ながらウイースダイエットは明日からにします。ウイースおはようございます。昨日は駐車場で車中泊をしました。駐車料金は500円です。出発前に時間を少し巻き戻します。昨日給油した岡本に戻ってきました。看板には軽油 144.8 円と表示されてるが、画面表示だと軽油 134.5 円。クレジットカードの何かの割引があると思い、めっちゃ安いと自己暗示にかかってしまいました。144.8 円が税込み価格でした。この後帰宅するまでめっちゃ安いと、税別とは知らず北海道の旅が始まります。早くも試される大地北海道ですね。北海道の旅1日目、本日の目的地です。ゆっくりしてたら昼になってしまいました。昨日の長距離移動で疲労感マックスです。5分くらいのところに風呂がありました。少し年季が入った大きめの銭湯でした。露天風呂からはこんな景色が見られました。これは駐車場からの眺めです。何の？冬の寒さが肌に刺さりましたが、お湯に浸かると至福のひとときでした。海沿いのドライブが気持ちいいです。雪解けで道路の穴ぼこが目立ちます。パンクすると面倒なのでゆっくり走ります。秘境感がある温泉に入りたかったのですが、
冬季休業がほとんどでした。残念。白神岬へ到着。北海道の最南端です。おお。海風がめっちゃ寒いです。青森は見えませんでした。冷たい風が肌に刺さりめっちゃ痛い。次の目的地に向かいます。ここまでの道のりで思ったことですが、信号や車が少ないせいか、目的地へ早く到着するので、びっくりくりくり、くりっくりです。いい感じに道を譲れました。ここは北海道。ちんたら走ってると道民に怒られます。見通しが良い直線だと譲りやすいんですが、そうでないときはなかなか難しいです。邪魔立てするな。できるだけ道民に迷惑にならないよう、ミラーに映ったら秒で譲ります。少しはできそうですわね。広大な景色でドライブが最高です。道の駅上の国文殊へ到着。海沿いですが少し陸側なので風は多少穏やかでした。車中泊組もいたのでほっとします。トイレが綺麗です。うわここに住めるんじゃねえってくらい綺麗です。ー、マーベラス。少し先に飲食店がありました。ラーメンとチャーハン。いただきます。チャーシューが美味しかったです。ごちそうさまでした。寝巻きに着替えてゆっくりします。はじめまして、体重100キロのデブです。どうもです。
野菜ジュースで野菜を摂り、リアルゴールドで疲労回復をします。本日も完璧な健康管理です。やったね。お腹も満たされたので、ニコチンを摂取しながらまったりです。ニュースでトランプの発言に怯えながら、YouTube のコメントで暇人たちと戯れます。死なないよ。おはようございます。起きたらこんな景色でした。本日も晴天です。肌寒く暖かいので気持ちいいです。本日はテレワークになります。768電源を2台つなげて、負荷のかからない仕様で12時間。負荷をかけても8時間は使えそうです。やりました。気分転換に景色を眺めて、うわ遠くには山が見え、ー。わ海と山で贅沢です。お。すごいすごい。素晴らしい道の駅です。エクセレント。レストランは11時から15時。海を眺めながらの食事とは、これまた贅沢。おお。てっくい、大きいヒラメの種類に悩みましたが、てっくい美味伝説3種丼がありました。お。てっくいをすべて味わえます。やった中でも天ぷらが一番。ー。おお。身がふっくらして美味しかったです。食後は海の景色を眺めながらのんびり。少し散歩に行ってきます。道の駅の裏側に神の道があるようです。体重100キロで階段登るのは
容易ではありません。フレー頑張って。あとちょっと。なかなかの階段地獄だったので、少し痩せられた気分になりました。充電をしながら近場を散策し、風呂に行きます。裏側に丘があるようなので行ってみます。電源は 1,2 時間で満充電になります。丘の上に着きました。やっぱりクマさんいるんですね。ここはキャンプ場のようです。では風呂に行きます。綺麗な小さめの銭湯で300円と破格です。近場のスーパーで買い出しをします。まずは一杯ウイース。お酒に合います。美味しいです。道内産の豚肉。いただきます。いただきます。豚肉焼いただけです。わ激うまです。おお。北海道の豚すげーっす。白飯に豚肉がめっちゃうまうま。うわごま油塩が最高です。エクセレント。安い豚肉なのにうめえっす。やったね。
デザートは茶碗蒸し。うわー。幸せです。野菜を摂取します。レベルアップしました。この街灯は午前0時になると消えるようです。真っ暗になるので早めにトイレを済ませます。怖いです。冬だけどクマが出ないか、ガクブルでした。それでは、おやすみなさい。おやすみ。本日は一日中、のんびりできました。おはようございます。コーヒーとニコチンで目を覚まします。ちゃちゃっと片付けたら出発します。車中泊組が増えてました。北海道の旅3日目。本日の目的地です。2日間のんびりできました。朝から海沿いのドライブは最高です。素晴らしい景色を見ながら、贅沢なドライブ時間を過ごしています。信号を左折して少し進みます。白フ展望スペースへ到着。駐車場から10秒です。絶景です。下へ降りられるようですね。写真で我慢します。サクッと立ち寄って絶景が見られました。親子熊岩へ向かいます。本日も海沿いの景色がたまりません。親子熊岩へ到着。左の子熊がリアルに見えます。道路沿いなのでサクッと立ち寄れました。太田神社へ向かいます。
前方に見える保護司山トンネルの出口で左折します。太田神社拝殿へ到着。山と海の絶景が素晴らしいです。他にも撮影者が来たので、デブが映るので早々に立ち去ります。三本杉岩へ向かいます。パネース。景色が最高です。三本杉岩へ到着。登れるようです。おっと、盗撮してしまいました。弁慶岬灯台へ向かいます。海鳥と戯れながら海沿いを走れる道路が素晴らしいです。ドライブがマジで気持ちいいです。弁慶岬灯台へ到着。誰もいません。弁慶さんを見てきます。晴れてますが、外気温は0度です。北の方に進むにつれ、寒くなってきました。もはや体感ではマイナス気温を通り越してます。いくらデブでも耐えられない寒さです。寒すぎるのでもう無理。温まりに風呂へ行きます。寿津温泉湯別の湯へ到着。少し年季が入ったスーパー銭湯でしたが、地元の方たちで大にぎわいでした。寒い中で風呂に入るのは最高です。エクセレント。冷えた体を温めたので道の駅へ向かいます。道中でラーメンを食べてきましたが、あまりおすすめできないのでカットしました。
道の駅オスコイ鴨江内へ到着。誰もいません。ゲゲー、ぼっち車中泊です。怖いです。トイレはきれいです。食後の野菜を摂取します。寒いです。寒すぎるのでホットカーペットをつけます。弱での使用ですが、デブには十分でした。結構な電気を使いますが、ついたり消えたりするので朝まで持ちます。こち亀を見ながらゆっくりします。ファッキンコールド。マイナス10度の世界です。寒くて寝袋から出られません。おはようございます。昨日の車中泊は私一人でした。外に出るのが怖くてさっさと寝ました。目の前が海なのでめっちゃ寒いです。朝方の6時が一番寒かったようです。ウォッシャー駅も凍りました。北海道の旅4日目。本日の目的地です。カムイ岬へ向かいます。マウンテンと荒々しいシーンの迫力がすごい。朝から広大すぎる景色がパネース。すごいすごい。外気温はマイナス3度まで上がりましたが、海風がめっちゃ寒いです。わお！雪道になり冬っぽくなってきました。ようやくスタッドレスと四駆が役に立ちます。やったカムイ岬の開門は10時でした。現在8時10分なので待てません。島吹海岸へ向かいます。島向海岸は雪が盛られ通行止めのようです。諦めて黄金岬へ向かいます。黄金岬から少し離れてるところに来ています。展望台が見えます。展望台からあそこら辺を見渡せられるのかな。行き方がわからなかったので諦めました。
見事に3カ所とも通り過ぎただけになりました。ショック。もう少し遅く出発していればカムイ岬だけでも見れたのに残念です。残念。さすがに U ターンしていく気にはなれませんでした。さようなら。だいぶ汚れました。小樽に行く前に洗車をします。ここも安いと言われているモダです。小樽運河へ向かいます。小樽に着きました。観光客が多いです。少し先にイオンがありました。さっき洗車したばかりなのにお金の無駄でした。100均でお買い物をしてきました。雪払いに水切りワイパーも購入してみました。北海道の冬をなめてたようで防寒ズボンも購入。水野が半額セールで5000円で買えました。ロゴがノースなんちゃらだと 2,3 万円はしそうです。雪がめっちゃ降り出しました。日が落ちるのを待ち、運河に向かいます。では歩いてみます。多国籍の女の子たちでいっぱいです。うわおじさんウキウキします。ー。女子の人混み最高。キャーって滑ってぶつかってきたら、いらっしゃいませ。ウェルカムって言ってやります。いらっしゃいませ。やめとけ。2000円のお買い物で駐車料金1時間無料。
食べ物にしか興味がありません。デブの本能でしょうか。おっさんコーナーがありました。お酒のお供に良さそうです。エクセレント。いろいろ買ってしまいました。4000円以上でもう1時間無料かと思いきや、2000円以上で1時間だけ無料でした。300円ケチるために無駄なことをしました。先ほど歩いてきた運河の横を走ってます。ちょうど雪が降ってたので運河が綺麗でしたね。女の子の人混みが最高な観光地でした。やっと雪道になり、テンション爆上がりです。小樽を出まして札幌方面に進みます。風呂に入ってからパーキングエリアへ向かいます。雪道を楽しみたいのですが、道民についていくのがやっとです。定年温泉ほのかへ到着。24時間営業の健康ランドですね。おすすめできる健康ランドでした。裏口の駐車場を利用したら、住宅街の生活道路で雪がすごかったです。道がボコボコでまともに走れません。国道は除雪されてるから綺麗だったんですね。結構な勾配の雪の坂道でも、四駆のハイエース余裕で登ってくれます。すごいすごい。健康ランドで食事をしようとしたら、時間が遅すぎて終わってました。小樽の近辺には道の駅がなかったので、高速道路のパーキングエリアを利用します。金山パーキングエリアへ到着。セイコマートがあります。トイレも近いです。ゴミ箱もあり、すべて揃ってます。エクセレント。本日はコンビニ飯です。北海道に来たらクラシックビール。時間が遅かったので弁当類は売り切れ状態でした。ショック。小樽の飲食店で美味しいの食べられませんでしたが、お酒飲みながらだと何でも美味しいです。こんにゃくダイエット。この先はすべてコンビニ飯になりそうです。めっちゃ楽やわー。おはようございます。昨日はパーキングエリアを利用しました。コンビニとトイレにゴミ箱と、すべて揃ってます。朝食はセイコマートの唐揚げとポテト。うまうまです。北海道の旅5日目。本
日の目的地です。昼の12時で出発が遅くなりました。道の駅に寄りながら一気に北上します。230円。コインパーキングより安い。道がまっすぐです。道がまっすぐです。天気が晴れてきました。日頃の行いが良いデブです。本日も景色がパネーっす。道の駅石狩アイロード熱田へ到着。お土産屋以外はすべて冬季休業でした。閉店ガラガラです。テラスがありました。海の男たちです。めっちゃ酔いそう。神々しいです。神の裁きや。ヒレを購入して出発です。綺麗な道の駅でした。本日も海沿いの景色が最高です。スクールバスも流れに乗ってる。これはもう道民の流れに乗るしかない。道の駅小平に新番屋へ到着。神々しいです。ついにお迎えが。めっちゃキモいです。
風呂に行きます。道の駅ふわっとトママへ到着。日帰り温泉があります。道の駅と併設してるホテルですね。風呂上がりに天ぷら定食と刺身を食べました。天ぷらは美味しかったのですが、おお、刺身は時間が経ってるようで残念でした。そんな。車の出入りがそこそこあったので、神経質なデブなので移動します。道の駅遠別富士見へ到着。トイレは非常に綺麗でした。クーラーボックスがあまり冷えてません。むしろ車内の方が冷えてます。保冷剤の液が溶けてました。1日しか持たない感じです。保冷剤を雪に埋めておきます。雪を代用します。朝までの緊急保冷剤です。車内は2度まで下がり、寒いです。照明を暖色にして気分を暖かくします。道中で購入した珍味で一杯やります。うわウイース。野菜を摂取しておきます。焼きごま昆布が香ばしくて美味しい。おお、粒貝はまあまあです。定番のホタテは最高に美味しいです。エクセレント。ドラマを見ながらまったりします。海外ドラマの中毒になり、私はこうしてデブりました。悔い改めよう。だんだんと寒くなってきました。ドラマ見ながら寝落ちします。凍ってます。車内がかなり冷えました。ただ海沿いじゃないから風がないせいか、そこまで寒くはありませんでした。車内の気温はマイナス 8.3 度まで下がりました。外気温はマイナス 15.5 度まで下がりました。シェードをつけるのが面倒だったので、昨日はカーテンだけで過ごしました。後ろの3面はつけっぱなしですが、前側はつけてませんでした。
ここまで車内の気温が下がると、今夜からはつけないと厳しそうです。おはようございます。割と大きめな道の駅です。エンジンの温まりが遅いので暖房が使えません。パワーヒートでエンジンを温めます。昨日埋めといた保冷剤。しっかり凍ってました。めっさ汚れてるわ。ゲゲ道の駅を見てきます。美味しそうだったので買ってみました。朝届いた大福280円。よもぎの香りがすごい。寒いせいか少し硬い。スーパーで売ってるのと変わらないかも。そんなトマトジュース2000円。めっちゃうまいです。今まで飲んだ中で一番かもしれません。エクセレント。ミキサーでトマトジュース作るよりうまいです。マーベラこれで血液サラサラです。ス。やったね。レストランが開くのを待ちました。遠別コロッケ300円。大粒のタコとホタテが入ってます。すごいすごい。揚げたてなのでサクサク、中ふっくら。うわじゃがいもと具が相まって美味しいです。エビ天250円。エビじゃない。エビの風味がするかまぼこでした。わ揚げたてなので美味しいです。食レポはこれくらいにして出発します。11時になってしまいました。レストランが10時オープンなので、ちょっと出発が遅くなりました。駐車場が広くて綺麗な道の駅でした。北海道の旅6日目。本日の目的地です。川が凍ってます。オロロンラインへ到着。Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I
drive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.右方向です。最高のドライブ景色でした。雪が少なかったのが残念でした。猛吹雪の中で立ち往生したら面白かったんですけどね。ノシャップ岬へ到着。なんかいます。イルカなのかな？これ以上ズームできません。皆さん寒いのでサクッと寄って帰る感じです。ハイエースは乗り降りが面倒くさいですね。冬だと降りるときが大変危険でした。止めたところの下が凍ってると降りられません。100キロの体では足が踏ん張れません。ずるっといっちゃいそうになりました。
ドームに着きました。記念に一回りします。降りるのが面倒なので次へ向かいます。良さそうなお店があるので食事にします。海を眺めながら食事ができます。ホッケ定食、いただきます。ふっくらジューシーでうまうまです。おお。大根おろし最高。エクセレント。エビフライ単品。お。頭はやっぱり食べるところではないな。うっそ。もっと身が大きいのを食べたかったな。残念。まあ安かったのでこんなもんですね。キャベツ多すぎです。やったね。揚げたてサクプリでうまうまでした。ごちそうさまでした。給油をしに行きます。氷が張り付いてます。水洗い200円と破格。お湯だったので簡単に氷が剥ぎ取れました。道の駅稚内へ到着。道の駅っていうより駅前の駐車場的な感じです。トイレも駅にあるので少し歩く感じになります。宗谷岬へ向かいます。17時回ってるのにまだ少し明るいです。年越しで変態たちが集まる聖地。夜の宗谷岬を見に行きます。ってことでこの先は何もありません。風呂に入るのを忘れてしまいました。綺麗好きなデブとしては気になりますが、冬だし1日くらい我慢します。試される大地、北海道ですね。宗谷岬へ到着。まだ18時前なのに誰もいません。貸し切りの宗谷岬です。最北端到着です。ファッキンコールド。めっちゃ寒いです。最北端だけあって寒すぎです。現在マイナス4度ですが海風がやばいです。
車から出たくないです。最北端の夜の道を走ってみます。まだ19時なので極寒の中とは言えませんが、ハイエースはアイスバーンを走れるのか、それとも崖から落ちてあの世に行くのか。これは行くしかないわ。雪はないですが路面は凍ってます。山頂付近で路面が光り出しました。思ったより光ってるので速度が出せません。めっちゃビビりまくりです。スタッドレスタイヤは履きたての新品です。以前はスバルのアウトバックに乗ってました。タイヤはブリヂストンで最強クラスの組み合わせです。今回はハイエースの4駆で、ハンコック海外製の格安スタッドレスです。バンなので高さがありふらつくのと、ケツが横に流れやすいイメージがあったのですが、速度を出さなければ違いは分かりませんでした。今回の路面も十分光ってたので、ハイエースの4駆でも余裕で走れると思いました。逆にケツを滑らせようとしても滑りません。つまらん。肉だとケツ滑るから楽しいんですけどね。道の駅北オホーツク浜頓別へ到着。トイレはめっちゃ綺麗です。寝巻きに着替えて、小樽で購入したイカボールをつまみに、テレワークをしながら一杯やります。冷たいので温めます。一酸化炭素チェッカーを確認しながら、気温も14度まで上がりました。十分暖かいです。ウイース。お高いだけあって身がぎっしり。やったね。食べ応え抜群でめっちゃうまいです。エクセレント。ウイース。本日も長距離だったので疲労感マックスです。少しテレワークして寝ます。おはようございます。午前中からテレワーク中でした。道の駅にパン屋があったので、
美味しそうだったので買ってみました。出来たてなので美味しいです。寒いので暖かければ何でも美味しいです。カマンベールチーズに惹かれて、クリームチーズに惹かれて、やってしまいました。パンの食べ過ぎで眠くなり、少しだけ仮眠をしようとしたら、5時間も爆睡してたようです。そんな。デブなので食べると眠くなります。バカ。夜はあまり移動したくないのですが、同じ道の駅にいるのもあれなんで、次の道の駅に向かいます。北海道の旅7日目。40分くらいの距離です。矢印の標識がすげえっす。夜間なので景色は見えませんが、静かな夜の雪道が何とも言えません。雪が降り出したのもあり、幻想的な景色です。道の駅マリーンアイランド岡島へ到着。誰もいません。ちょっと怖いな。怖いです。
じゃがいもの味噌汁が最高です。ラー油じゃけんでご飯がうまうまです。忘れずに野菜も摂取します。今夜はありものでの質素な晩ご飯でしたが、めっちゃ痩せられそうです。トイレは少し年季が入ってますが、普通に綺麗でした。誰もいません。クマ出そうでめっちゃ怖い。冷えてきたのでホットカーペットをつけます。おやすみなさい。おはようございます。ガスを2つ同時に使うと少しの換気では息が苦しくなります。ドアを開けてもストーブで結構暖かいです。北海道の旅8日目。1時間半くらいの距離です。昼間の宗谷岬を見に行きます。1600キロ走ってきて夜に少し寄っただけではもったいないと思い戻ることにしました。本格的な雪道になってきました。
宗谷岬へ到着。観光客でにぎわっていました。海の透明度がすごい。すごいことになってます。キモいです。最新モデルのホイールになりました。めっちゃ刺さる。氷のコーティングを剥がします。神経質なデブなので気になってしょうがないです。もうええから。雪が降ってきました。最北端でコーヒーを飲みながら。最北端で少しテレワークです。ちょこっとした仕事なら旅をしながらできそうです。できれば仕事はしたくないデブです。それでは帰ります。最北端のスタンドで給油します。軽油169円とセルフでないのでお高い。3000円分と言えず満タンにしました。寒い中ありがとうございます。最北端給油証明書をもらいました。来た道を戻り目的地へ。約200キロで3時間の長距離です。雪が降ったので4時間以上かかると思われます。昨日は夜間走行で何も見えなかったので、雪景色を見ながらドライブを楽しみます。
おっと。しかも滑ってます。やっぱり路面凍ってるんですね。スタッドレスの4区なので余裕のようです。視界がやばくなってきました。これが噂のホワイトアウトか。どんどん見えなくなる。マジか、視界ゼロなんですけど。本当は止まりたいんですけど、後ろから追突されるかもしれないので、怖いので徐行してます。めっちゃテンパるわ。左にうっすら見えるポールに車間を合わせて、多分このポールに俺の命がかかってる。よろしくお願いします。対向車来ちゃいましたよ。ポール最高。やりました。こんなん無理やわ。一瞬ですが無の世界でした。超絶ビビりまくりでした。もうダメ。これが本物の冬か。試される大地、北海道。死んじゃいそうになった大地、北海道。パネース。やっと雪から抜けられました。北海道の冬は別格でした。何度見ても矢印の標識がすごい。綺麗なイルミネーションです。大人の遊園地へ続く道って感じがします。鹿が渡ろうとしてるが、やめたようです。ちゃんとわかってるんですね。いい感じに路面が光ってます。めっさ怖いです。外気温はマイナス6度です。皆さん安全運転の速度です。鹿がいました。ちょっとビビります。道も悪いので徐行で進みます。ちょっとマジかよ。マジかよ。すぐに起き上がり走り去っていきました。しかも
小鹿かよう。罪悪感マックスです。大丈夫かな、心配でしょうがないです。癒しの力よ、かの者に再び命を与えよ。まだまだ鹿がいるのでゆっくり走ります。暗くて確認が遅かったのもありますが、まさか向かってくるとは思いませんでした。ギリギリ止まるところでぶつかったので、大怪我はないと思われます。癒しの力よ、かの者に再び命を与えよ。少しばかりですがトラウマになりました。試される大地、北海道。キルしそうになった大地、北海道。パネース。ホテルの日帰り風呂によります。へこんでないかな。鹿にぶつかった跡はありませんでした。相棒も無事でした。ホテルの風呂だけあって綺麗でした。露天風呂からの景色も良さそうでしたが、夜なので見えません。露天風呂で温まり、マイナス7度の外気温で冷やす。下半身だけ浸かり、つい長風呂になります。デジタルインナーミラーが見えません。こういうことですね。これは無理だわ。本日は北海道ならではの体験で、ホワイトアウトに鹿のひき逃げと、デブにはいっぱいいっぱいの一日でした。カニの爪が見えます。道の駅オホーツク紋別へ到着。トイレは少し年季が入ってますが、普通に綺麗でした。眠さをこらえてカニの爪を見に行きます。カニの爪がライトアップされてます。雪が舞って生えますね。時間も遅くなり、やってるところがなかったので、北海道まで来て牛丼でした。道の駅に戻ったら深夜1時だったので、さっさと寝ます。おはようございます。北海道の旅9日目。車内はマイナス3度まで下がりました。外気温はマイナス 12.6 度まで下がりました。本日
日の午前中はテレワークだったので、時間も遅くなったので、このまま休みます。これから食材の買い出しに行きます。イオンがありました。イオンからゲレンデが見えます。なんかすげえ。うわイオンでゆっくり買い物してたら、もう17時になってしまいました。ー、ゲゲイオンから見えてたゲレンデが見えます。住宅街からこんなに近いゲレンデがあるとは。ー、おー、北海道ではこれがデフォルトなのでしょうか。なんて羨ましいんだ。普通は山の上にあるとばかり思ってたので、不思議でなんかすげえっす。すごいすごい。デブになる前はボードをやってたのですが、へえ、今では足が体重を支えられません。そんな。道民がスキーが上手いわけですね。デブでなければこの町に住みたいです。残念。道の駅に戻ってきました。車中泊組は少ないです。今夜は車中泊っぽくしてみます。
ただきます。いただきます。なめこの味噌汁。とろみが体に染み渡る。ウイース。ナスときゅうりの浅漬け。からしの辛みがたまらん。もずく酢。酸っぱくてなぜおいしい。あふれるいくら丼。丼がなかったです。たっぷりと贅沢です。うまうまで幸せです。最初の3口までは美味しいが、いくら多すぎでしょっぱい。あと、やっぱり酢飯の方が好きかな。デザートは山菜おこわ。忘れずに野菜を摂取しておきます。ニコチンも摂取します。寝床を準備します。寒いので寝袋に入ってゆっくりします。どうでしょうか、車中泊、ぽかったでしょうか。食べて出して寝るだけの一日でした。おはようございます。コーヒーとニコチンで目を覚まします。車内はマイナス 1.5 度まで下がりました。外気温はマイナス 9.9 度まで下がりました。北海道の旅10日目。本日の目的地です。これから流氷を見に行きます。その前に昼間のカニの爪も見ておきます。撮影してるのでデブが映るのでパスします。3分くらいの距離ですね。流氷観光船ガリンコ号へ到着。4000円と高級です。約8割が外国の方です。大人気ですね。
出発時は座ると思ったのですが、座ってなくてもよかったみたいです。前に行けなかった負け組たちです。もっと詰めろと争奪戦です。女の子が押してくるのでおじさん大変でした。めっちゃ混んでるがな。ほぼ外国の方々で大盛況です。次の目的地へ出発します。優勝は少なかったですね。4000円にしては残念でした。いやー、しかし押してきた外国の女の子、めっちゃ可愛かったなー。押すなよって言ってるのに、いらっしゃいませ。日本語わからないから押してくる。いらっしゃいませ。おしくらまんじゅうでおじさん参りましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。道の駅サロマ湖へ到着。価値から700円。お値段しますがボリュームがあります。やった揚げたてサクサク、中ジューシー。ー。おー、めっちゃ美味しいです。エクセレント。ホタテ600円。わ肉厚で食べ応え抜群です。ー、すごいすごい。口の中がパンパンになります。ダメ。パンプキンソフトクリーム300円。かぼちゃの風味がすごい。おー、濃厚で美味しいです。マーベラス。少
少し走るとホタテバーガーの北昇水産がありましたが、もう食べちゃったので素通りです。何よ。牡蠣とホタテで贅沢しました。めっちゃ美味しかったです。能取岬へ向かいます。今回の北海道の冬旅で外国の観光客とすれ違う程度には接してますが、お先にどうぞとか皆さん割と親切です。世間がデブに冷ややかなのはここ北海道でも同じでしたが、やっぱり見た目が全てですね。デブにも思いやりをください。能取岬へ到着。Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I know you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you道の駅へ向かいます。
の駅流氷街道網走へ到着。街の中にある道の駅ですね。買い物や食事がしやすそうです。適度に空いてるので車中泊もできそうです。道の駅の下見が済んだので風呂へ行きます。網走ってホテルが多いですね。適度に栄えてて利便性が良さそうです。車で少し走ると自然があり、めっちゃ良さそうな観光地に思えます。ここを拠点に観光がしやすそうです。北天の丘網走湖敦賀リゾートへ到着。ホテルの日帰り風呂です。めっちゃ高級です。ラウンジも高級。ドリンクも飲んで良いそうです。すごいすごい。ジュースもめっちゃ美味しいやつでした。エクセレント。音楽鑑賞ができるようです。気分は VIP です。マーベラス。著作権でバンされるので音は変更してます。危ない。高級感があるリゾートホテルでした。ハイエースだと荷物の搬入と間違われそうなので速やかにこの場を離れます。大浴場は小さめでしたが露天風呂が良かったです。岩風呂で雰囲気があり雪見風呂が堪能できました。高級リゾートホテルだけありスタッフの対応がめっちゃ素晴らしかったです。日帰り風呂の料金は1650円。タオルもアメニティもすべて含まれてるので身一つだけで手ぶらで OK 牧場でした。日帰り風呂だけでこんなに満足できるとは。デブではなく人として扱ってくれる、そんな素晴らしいホテルでした。初めてのビクトリア。肉とライスで幸せになれます。いただきます。牛最高。エクセレント。ハンバーグとステーキ両方食べたい派です。デザートはカレーライス。サラダは3皿も食べて2800円と安かったです。やったね。デブが幸せになれるお店でした。ごちそうさまでした。あとは寝るだけです。レベルが上がりました。道の駅へ戻ってきました。ここにも流氷観光船オーロラがあるんですね。明日
日に備えこのまま送ります。それではおやすみなさい。おはようございます。晴れてますがマイナス5度と寒いです。北海道の旅11日目。本日の目的地です。北浜駅へ向かいます。10分くらいの距離です。本日はめっちゃ快晴です。最高の天気ですね。目的地は左側にあります。北浜駅へ到着。誰もいないので貸し切りです。やりました。知床連山がパネース。おお。目の前にスタンドがあったので給油します。セルフなのに166円と高かったですが、面倒だったので洗車のついでです。どうせ汚れるのにアホです。バカ。ツルピカになりました。わ観光客が集まってきたので早く行ってよかったです。お。さようなら。天に続く道へ向かいます。雲が一つもない完璧な青空です。ピーカンで暖かそうに見えますが、外気温はマイナス3度で寒いです。景色がフラットで広大です。天に続く道の道路を走っています。天に続く道のスタート地点へ向かいます。天に続く道へ到着。1台止まってるけど人はいないので貸し切りです。駐車スペースがありません。ちょうど1台分空きがあったのでラッキーでした。
さしく天に続く道の景色でした。周りも雪で真っ白で綺麗な眺めです。うわ奥に見えるのはなんと流氷でした。時期が遅かったので諦めてましたが、流氷でびっしりです。興奮してきました。パネース。道中の喫茶店に寄りました。流氷がパネース。レトロ感があり雰囲気がいいです。窓側の席がすげえっす。あそこでなんかやってます。あたし、かわいい。愛してるよってやってます。流氷とリア充でした。ホッケ定食。ホッケがたまらん。いただきます。トマトジュースとチーズケーキ。エクセレント。おばちゃんがフレンドリーでデブにも親切でした。どうもです。道民のお客さんにも観光地を教えてもらえて最高な道民たちでした。おおきに。何これわー。流氷がすごいんですけど。お、すごいすごい。おしんこしんの滝へ到着。あれ、前のトラックってバキュームカーですよね。嘘だ。やめてくれ。アイドルのうんこはないって言ってくれ。バカ。駐車場から1分の距離です。ツルツルでめっちゃ危険です。凍ってないので中途半端です。近くまで来るとマイナスイオンを感じられます。おお。柵が埋もれてて掴むことができません。登ったのはいいけど降りるのも命がけです。怖いです。体重100キロのデブには上り下りが大変でした。おまけに這いつくばったので腰が痛いです。道の駅ウトロシリエトクへ到着。良さそうな道の駅に見えます。先に知床自然センターへ向かいます。知床自然センターへ到着。自然センターからフレペの滝遊歩道。Google マップでは17分の距離です。
デブの足腰では30分くらいでしょうか。ヒグマの生息地。いないのを祈ります。入り口ですでに気持ちいいです。遊歩道があるのですごく助かります。こんな道は歩きたくないです。デブだと沈むので無理です。雪の森林を歩けるって素晴らしい。めっちゃ気持ちいいです。周りに誰もいないので、クマが出ないか少し怖いです。いや、結構下るな。帰りやばいぞこれ。素晴らしい景色が広がります。She grew up with love everyone would expect. Had an army behind her, got it from the opposite sex. Friends told her she was beautiful, so she gathered up her confidence, decided to go out on her own. She met you at the peak of her confidence, but all you cared about was would she submit, drop everything and give her all to you. Well, what about what the girls want? What about self-destiny? Shouldn't even be an argument. Consider what's best for me. What about what the girls want? What about self-destiny? Shouldn't even be an argument. Consider what's best for me. What's best for me? Consider what's best for me. What about what the girls want? What about self-destiny? Shouldn't even be an argument. Consider what's best for me. Precious girls turn into women who sometimes need to turn to you. Build them up and let them go. If she wants you, she'll let you know. You don't need to take control. Little girls in time grow old. Too much force will make her cold. Precious girls turn into women who sometimes need to turn to you. Build them up and let them go. If she wants you, とても静かな雪の世界でした。 don't need to take control. デブな私で片道20分くらいの距離なので、普通の人であれば15分くらいでしょうかね。意外にお手軽なハイキングでした。素晴らしい体験ができました。
雪景色が最高でした。気温は低いのですが、日が当たるとめちゃくちゃ暑かったです。外国語が飛び交ってて、見慣れてない広大すぎる景色で、まるで海外旅行に来てる気分でした。車はほとんどワナンバーのレンタカーでした。マイカーで来れて最高な贅沢です。冬に岬へ到着。左側にも止められるところがありますね。I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. ツアー客のようです。ウエットスーツ着て流氷を歩くのでしょうか。後ろに駐車して歩いていけそうです。流氷の絶景が素晴らしかったです。景色で油断してたら奴が現れました。早めに目視できたのでよかったです。動かないぞ。通り過ぎるのを待ってるのか。ほら来たよ、こいつ。危ない。何さらしとんねん、マジで。バカ！ジャンプ力、すごいやん。また遊んでね。動かないので待ってるのかと思い、さっさと通り過ぎようか迷いましたが、前回引いてから数日も経ってないので、トラウマの力が働いたようです。俺様すげえ。夕日が素晴らしいです。太陽がでかいんですけど、一面流氷で海が見えませんね。こんな絶景は見たことありません。エクセレント。北海道の冬旅で一番の景色でした。マーベラス。流氷を近くで見ようとしたのですが、ツアー客が多いので、寂しいデブだと思われそうなのでやめときます。道の駅ウトロシリエトクへ戻ってきました。17時回ってるので閉店ガラガラのようです。日が落ちたら一気に暗くなりました。少し先にコンビニもあり、車中泊に良さそうです。トイレは綺麗です。宇宙人がいるようですね。ゴミも捨てられます。
素晴らしい道の駅ですね。傾斜もなくフラットです。ただ、ここはクマの生息地に近いので、夜中のトイレで勝ち合ったら終わりです。網走へ戻ります。時刻は18時です。日が落ちたら一気に寒くなりました。手がかじかむくらい寒いです。道民曰く、流氷があるから寒いとのことです。天に続く道へ寄り道します。なんでこんなところに止まってるんだろう。怖いんですけど。怖いです。夜の天に続く道はどうでしょうか。真っ暗です。怖いので車からは降りません。奥に光が見えます。では行ってみます。暗闇に光が続いてる感じはします。それより動物出てきそうな雰囲気なので、運転に集中しないとまたひき逃げになります。ちなみに明るい時はこちらになります。ずーっと先まで道が続いてるように見えます。雪景色の眺めもめっちゃ綺麗です。夜間は微妙でしたね。ナビを見るとずっとまっすぐです。網走に戻ってきました。このまま風呂に向かいます。ホテルが見えてきました。ホテル網走湖荘へ到着。日帰り風呂の入り口は奥のようです。遅くまで日帰り風呂がやっててよかったです。最終受付は21時で22時まででした。目の前が凍った湖なのがいいですね。バブル時代の高級ホテルって感じでした。レトロで風情がある雰囲気を堪能できました。日帰り風呂の料金は1000円。若い頃に行った社員旅行の懐かしさが蘇りました。岡本があったので給油しました。軽油リッター約156円ですね。画面の表示では約146円で、まあまあ安いと喜んでます。税別なのをこの時はまだ気づいてません。そして家に帰るまで気がつくことはありませんでした。試される大地、北海道ですね。道の駅、流氷街道網走へ戻ってきました。本日も遅くなったのでさっさと休みます。夕食はセイコマートの弁当です。豚丼に大盛りカツ丼。だから2個食いやめろや、しかも大盛りやんけ。ウィース。あっ
温めたのですが車内がマイナス3度でもう冷めちゃってます。マジで電子レンジ持ってくればよかったわ。おはようございます。続々と人が集まってきました。北海道の旅12日目。本日の目的地です。駐車場がいっぱいになるので邪魔者はさっさと消えます。どうぞどうぞ、ウェルカム。網走湖が見えてきました。昨日は夜間でわからなかったのですが凍ってます。通り過ぎてしまい U ターンしてきました。看板小さいわ。網走湖ワカサギ釣り会場へ到着。ワカサギ釣りセット2200円。天ぷらセット1000円。穴を開けてくれます。氷の厚みがすごい。こちらドリルで開けた後、丁寧に説明してくれます。側面から引いて、穴の側面から。ありがとうございます。ここは湖の上です。湖の上って実感はないですが、開放感がパネース。天気がピーカンなので、テントは借りませんでした。昨日お風呂に入ったホテルが見えます。レンタル一式です。竿に餌と椅子です。できれば触りたくありません。では早速やってみます。かれこれ一人で1時間こんな感じです。寂しいデブで哀れに見えてきました。全然釣れません。トイレは仮設なので微妙でした。男性が女性用を使ったみたいでめっちゃキレてました。1時間やって初ヒットです。きたー、すげー、感動です。やったー！1匹釣れました。餌は飲み込まないようです。天ぷらはやめようと思ってましたが、これなら天ぷらにして食べられそうです。
まだ1匹なので考え中です。道民のおじさんが見かねて話しかけてくれました。すごいすごい。めっちゃ釣ってるがな。早朝5時に来たと言ってました。また別の道民の夫婦が見せてくれました。うわ1匹しかないから天ぷらにできないと言ったらめっちゃ恵んでもらえました。ー、おアドバイスまでしてもらいありがとうございます。ー、ありがとうございます。 2,3 匹でいいって言ったんですけど、デブだからいっぱいくれたようです。やりました。これで天ぷらができます。お返しに道中で購入したお菓子を渡してきました。どうもです。外国人カップルの写真も撮ってあげました。交わした言葉はワン、ツー、スリー、オーケー、オーケー。入り口から一番近くです。どうやらスタッフのお兄さんがデブだからあまり歩けないだろうと気を利かしてくれたようです。エクセレント。外国人カップルが20匹釣ったところに場所を移ってみました。最初は餌の色がピンクだったんですけど、だんだんと白くなるので、白くなったら替え時だと先ほど名人に教えてもらいましたが、私に餌を取り替えるキャパはありません。できれば触りたくないので蒔絵にします。めめしいデブでごめんなさい。何よ。いきなりダブルヒットです。またまたダブルです。今度はトリプルヒットです。またまたトリプルです。入れ食いなのはいいんですが、針を外すのが大変です。触ると臭いのでお手拭きがあると良いです。生臭くてしょうがないです。めっちゃ大量で食べられないので、外国の観光客に無理やり渡してやりました。ウェルカムトゥージャパン。天ぷらセット1000円。ワカサギを洗って天ぷらの粉をまぶしてくれます。揚げるだけです。楽でしょうがないです。塩を振りかけて混み出したので車に移動してきました。めっちゃうまそうなんですけど、めっちゃ生臭い。私には無理です。命を粗末にしてしまいました。一面氷の湖を眺めながらのワカサギ釣り。天気にも恵まれ最高の体験でした。手ぶらで釣りに天ぷらまで食べられました。メルヘンの丘へ向かいます。もう13時になるので結構遊びました。いや、
楽しかったです。今度は吹雪の時にテントの中でやってみたいです。ただワカサギ釣りには一つ欠点がありました。指がめっちゃ臭くなります。メルヘンの丘へ到着。反対側か。U ターンしてきました。国道沿いにあるんですね。しかも車通りが多いです。場所的には微妙かも。軽バンがずっと止まってるので、相棒との写真は撮れませんでした。しかも足跡あるし、温泉施設がある RV パークへ向かいます。ここの景色がパネース。フラットで全て見渡せられます。ドライブが気持ちよくて2往復しちゃいました。RV パーク峠の指幌へ到着。受付を済ませチェックインです。本日は電気使い放題です。やったー！延長コードはコンパクトな8メーターを使ってます。コードリールで巻き巻きできるので便利です。おー！車内用にタコをつなげて、もう一つはホットカーペット。冬旅ではホットカーペットを使用してます。へー！ホットカーペットの下は銀マットです。おー！ずれないようにマジックテープで貼り付けました。スイッチを入れたら10秒で温まります。わ
それから上にはフローリング調のマットを敷いてます。飲み物をこぼしても拭き取れます。ホットカーペットに銀マットで熱効率が上がり、ポータブル電源の節約にもなります。エクセレント。配線コードに薄い面があるので、挟んだまま閉じてみます。開けてみると、配線コードは何ともありません。挟んだ跡もありません。問題なく使えそうです。すごいすごい。風呂に入ります。21時45分まで。ドーム状で広々した浴場でした。では夕食にしたいと思います。小樽で購入したサーモンリング。北海道で住居地の野菜を買ってしまいました。ウイース、トマトで血液サラサラです。やったね。マヨネーズをつけると最高ですね。エクセレント。車内は18度と暖かいです。ガスを同時に使うと一酸化炭素が上昇します。危険なのでもっと換気が必要です。死なないよ。これだと外から丸見えなんですよね。息が苦しいので全開にしました。やだ、恥ずかしい。鮭の燻製。めっさうまいです。高級おつまみです。エクセレント。ラー油鮭。前回食べきれなかったのでやっつけます。やったー。今夜は鮭尽くしです。ご飯に合います。美味しいのでリピしちゃいそうです。エクセレント。
換気をして暖房をつけます。朝方はまだまだ寒いです。おはようございます。ホットカーペットでぬくぬくで暖かいです。12度まで上がりました。カセットストーブで車内がすぐに温まります。コーヒーとニコチンで目を覚まします。剥いてあるリンゴとオレンジ、高級トマトジュース。朝食は軽めにしておきます。トイレに行きます。トイレはめっちゃ綺麗です。次の目的地へ出発です。北海道の旅13日目。約20分の距離です。出発前に車内の掃除をし、ゴミもすべて出せてすっきりしました。やったね。今まで乗っていた車で旅をしたときは、車内では寝る以外のことがしづらくて、疲れるのでホテルを利用したりしましたが、ハイエースの番になってからは、寝ること以外にいろいろできるのですごく快適です。宿泊費を抑えられるのもありますが、宿泊先を調べる必要がありません。空室や料金を調べるのも一苦労です。また、微妙な宿泊先で過ごさなくて済みます。好きなところで休めるのが最高です。キャンピングカーほどではないですが、一人であれば十分快適な旅ができます。道の駅ぐるっとパノラマ美幌峠へ到着。本日ものんびりしてたら時間が遅くなったので、このまま休むことにします。晴れてるので景色が見られそうです。その前に腹ごしらえをします。メニュー多いなぁ。山わさび醤油ラーメン。あっさりしていて美味しいです。デブとしてはこってりが食べたかったです。甘いですわ。チャーシュー丼。チャーシューが美味しいです。車に戻ってきました。
揚げ芋とカレーパンを購入。わ今時現金のみでした。面倒ですがな。何よ。純正のスモークは薄いので中が丸見えです。外にいるおっちゃんと目が合っちゃいました。はじめまして。シェードを閉じます。中がじゃがいもで美味しいです。マヨネーズで食べたら最高でした。クルトンだらけでザクザクして美味しいです。マヨネーズで食べたらありでした。食べ過ぎで眠くなりました。ダメ、力が入らない。2時間ばかり寝ました。時刻は18時になります。トイレはめっちゃ綺麗です。誰もいません。山の上なのでめっちゃ寒いです。リチャージ Wi-Fi は今回の旅先ではすべて電波が届いてました。素晴らしいです。エクセレント。動画を SSD に移しながらテレワークをします。仕事は見せられないので YouTube のサムネイルを作ってます。誰もいないので大人の動画を鑑賞します。画面が大きいと迫力がありますね。だんだん寒くなってきました。山の上だから風がすごいです。風がやばいです。車体が揺れます。おはようございます。霧がすごいです。景色は見に行けそうにありません。そんな。北海道の旅14日目。本日の目的地です。コタン温泉へ向かいます。視界が悪くて前が見えません。ゲゲー。ここまでの霧の中を走るのは初めてです。わこれもちょっとした体験ですね。お、嬉しいな。
少し下ってきたら晴れました。やったね。ミラーが曇ってます。うっそ。リアの熱線とミラーヒーターが連動してます。わかりづらいわ。何よ。5分くらいしたら見やすくなりました。おお、寒冷地仕様にしてよかったです。エクセレント。コタン温泉露天風呂へ到着。誰もいません。早く来てよかったです。やったー。眺めが素晴らしいです。うわー。岩風呂で雰囲気も良いです。おお。最高です。おお。人が来始めました。デブの一物は腹で隠れて見えませんが、そろそろ上がります。10分くらい浸かりました。体を流せる設備が見当たらなかったので、タオルで拭き取っただけになり、少し気持ち悪いです。結構人が集まってきましたが、風呂に入らないで見て帰る感じでした。女性や子供に不快感を与える肉体なので、早々に上がりました。晴れてきたので道の駅へ戻ります。これなら景色が見られそうです。頂上の方は晴れてませんでした。道の駅ぐるっとパノラマビホロ峠へ戻ってきました。ここまで来たので見に行きます。Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. やっぱり景色は見えませんでした。山の天気はコロコロ変わるので、
少し待ってみたのですがダメでした。昨日は晴れてたのに食い物に目がなくて、食べてないで先に見ておけばよかったです。晴れてたらラッキーと思って先に見に行くことをおすすめします。さようなら。少し降りてきたらちょっとだけ見えました。晴れてたら最高な絶景なのに残念です。硫黄山へ向かいます。こっちの方は晴れてきました。本日も最高なドライブ日和です。硫黄山へ到着。オフシーズンなので駐車料金はないみたいです。めっちゃ臭いです。おお。硫黄で相棒が錆びちゃいます。ゲゲー。蒸気がパネーっす。近くで見ると迫力があります。ここまでの蒸気は見たことないかも。すごいすごい。本当かよってくらい蒸気が噴き出してます。ついにお迎えが。なんか怪しい。吹き出しすぎだろ。わお。若者もはしゃぎたくなる蒸気の量です。こんなの聞いてないよ。5個600円と高級卵です。めっちゃ美味しいです。普通のゆで卵より濃厚です。おお。卵で口の中の乾きがシュワシュワです。車内へ戻ってきました。マヨネーズで食べます。最高です。エクセレント。前の観光客がめっちゃ見てきます。デブは珍しくないので相棒を見てるのかな。ハイエースって海外で人気ですね。
私のチャンネルでもタイからの登録者や視聴者が結構いらっしゃいます。コップンカー。一番視聴率が多いのは大阪です。ほんま大きに。おおきに。摩周湖第一展望台へ向かいます。約30分くらいの距離です。まっすぐな道って速度が出やすいですね。知らないうちに超過速度になる時もあるので、やっぱりクルコン欲しいですね。設定した速度より出ないようにするだけでも違反を回避でき、楽に走行できると思います。ただ、アクセルを踏まないだけで5万円くらいするのでめっちゃ悩みます。やっぱり欲しいですね。摩周湖第一展望台へ到着。ここも駐車料金は無料でした。オフシーズン最高。やったね。この先は通行止めですね。摩周芋団子。出来たてで美味しいです。牛のおっぱいミルクチョコレート。普通です。外国人観光客で賑わってました。摩周湖の冬の景色としては、3月なので雪も少なく中途半端でした。ないですわ。最高な冬景色を見たい場合は、やっぱり2月に来ないとダメそうですね。残念。山の上からの景色が良いです。次の目的地へ向かいます。約1時間の距離です。仕事が少し溜まってきたので、2泊ばかりホテルを取りました。
旅をしながら仕事をしてたので、この2日で問題なく進められそうです。信号のないまっすぐな道が続きます。運転が気持ちいいです。北海道最高。すごいすごい。そういえば本日の観光地もすべて無料でしたね。わお。人も少なくてゆっくり観光ができました。オフシーズン最高。エクセレント。ホテル丸栄温泉田原橋へ到着。1泊2食付きで9000円と驚異的なコスパです。部屋は和室で少し年季が入ってますが、窓があり景色も見えるので悪くありません。食事はビュッフェ形式です。豚ですが焼肉が美味しいです。いただきます。北海道の豚肉、なぜ美味しい？おお。3月とオフシーズンもあるかもしれませんが、工事関係やトラックドライバーさんしかいません。おっさんしかいないので周りを気にしなくてよいです。やりました。ミシラうまいです。ピピしたくなる高コスパなホテルです。エクセレント。お肉おかわりしちゃいました。どんだけ食うねん。二度と来るなと思われちゃいそうです。おはようございます。北海道の旅15日目。本日は仕事です。朝食を食べて仕事をします。仕事をして雪見風呂に癒されて仕事したくねー。夕食を食べて仕事をします。仕事をして仕事したくねー。おはようございます。なんとか仕事を終わらせました。雪が降ってます。朝食を食べて出発します。時刻は午前9時です。現在の気温はマイナス3度です。だいぶ暖かくなりました。宿泊費は2泊で18,000円でした。おお。
部屋は少し気になりましたが、食事がめっちゃ美味しかったです。うわビュッフェ形式でついつい食べ過ぎちゃいました。ー、やったね。とても高コスパなホテルだと思います。エクセレント。北海道の旅16日目。本日の目的地です。野付半島に向かいます。野付半島に入ります。両サイドが海です。おー、左側の海が荒々しいです。前方に車が停車してます。野鳥の撮影をしてるようです。あれはオオワシでしょうか。何かの死骸を貪ってます。わー。車で行けるのはここまでのようです。この先は歩いていくようです。風がやばいです。めっちゃ寒いです。デブにも耐えられない寒さです。この先へ行くのは帰ってこれない気がするのでやめときます。さようなら。外気温はマイナス2度ですが、風が冷たすぎて体感ではもっと寒いです。もう雪景色はないですが、フラットでドライブが気持ちいいです。マジでなんもないわ。鹿がいました。奈良原展望スペース。道の駅お台東へ向かいます。野付半島はフラットな景色で距離もあり、ドライブとしても楽しい道でした。冬でしか見られない野鳥も見られて、大自然の動物公園ですね。
駅お台島へ到着。さて、ホタテフライを堪能します。他にも小分けで安く売られてるので、味見ができるのでいいですね。やったホタテフライが美味しいです。ー。おー。牛乳とチーズはいつものでした。ソフトクリーム350円。濃厚で美味しいやつでした。エクセレント。道の駅スワン44根室へ向かいます。Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance. 気持ちいいドライブでした。道の駅スワン44根室へ到着。名物はエスカロップとスパカツでしょうか。窓側の席が素晴らしいです。のサップ岬へ向かいます。レストランで何か食べたかったんですが、ダイエット中なのでやめました。
のサップ岬へ到着。本土最東端。風がやべえっす。最も早く朝日が昇る場所として有名ですね。風が冷たすぎて手と耳がちぎれそうです。こしゃくな。体の方は脂肪の鎧で今のところ大丈夫です。根室車石へ向かいます。景色が広大で素晴らしい。こっちもパネー、あっちもパネー。景色を見るので忙しいです。すべてがパネーっす。冬景色はもう終わっちゃった感じで、もう春に向かう季節ですね。でもこれはこれで悪くない景色です。いやしかしどこを走っても飽きません。ドライブが最高すぎるぜ、北海道。根室車石へ到着。
夕日とカモメが最高でした。岩と崖はもう毎日見てきたので、もういいかなって感じです。道の駅へ向かいます。鹿がいました。道を間違えて国道を外れたらこれです。なんか不安がよぎります。出たー、マジか、鹿の大群です。数でビビります。怖いです。邪魔してごめんなさいね。ごめんなさい。大群の白い鉄がパネーっす。また遊んでね。もう雪がありません。3月に雪景色を見るのは遅すぎのようですね。ただ3月だから適度な雪で通行止めも少なく、快適に旅ができてるのかとも思います。シーサイドライン。少し回り道してきてみました。日があるうちに通りたかったですね。見た感じでは海と湿原が広がってます。ドライブが楽しい道に思えます。映ってはないですが、キツネの子供がいました。めっちゃ可愛かったです。トラウマにならないよう安全運転で走ります。チリタップ温泉流湯へ到着。サクッと風呂に入り出発です。近くに道の駅がないので約30分くらいの距離です。北海道の30分って結構な距離です。公園の駐車場や無料キャンプ場もありますが、めめしいデブなのでトイレが無理です。わざわざ簡易トイレを用意してきましたが、面倒なのでできれば使いたくありません。捨てるのも一苦労しそうです。今回の旅ではただの荷物でしたが、道の駅によってはトイレの数が少ないので、混み出すと地獄と化します。一度クソな思いをしたので購入しました。
本日は長距離のドライブでしたが、広大な景色でのドライブは最高でした。寒くて車から降りたくなかったので、やっぱり車旅はめっちゃ快適ですね。道の駅厚岸グルメパークへ到着。トイレはきれいです。ホットカーペットをつけて、本日はコンビニ飯です。冷めないようにピザのバッグに入れてみました。すごい、まだ温かいです。いい加減ダイエットしないと死んじゃうので、本日は弁当1個にしてみました。こんなの聞いてないよ。ウイース。豚串ねぎまが美味しいです。カツカレーは少し冷めてきましたが、まだほんのり温かくて美味しいです。唐揚げ最高。エクセレント。皮付きポテト最高。マーベラス。本日は健康のためにサラダも食べておきます。レベルが上がりました。おはようございます。高台のロケーションで素晴らしい道の駅です。駐車場も広い。うっすら凍ってます。朝のルーティンです。小物を充電します。頭をリア側に向けて寝てるのでリアが結露します。フロント側の結露はあまりしないです。カビそうなので毎朝拭いてます。荷物を整理したら出発です。景色も素晴らしい道の駅です。駐車場が広くてトラックも止まってません。昨日は静かな夜を過ごせました。道の駅を出て少し先にコンビニがあります。朝食を購入時にゴミを捨てさせてもらいました。クロワッサンにコーヒーは最高ですね。セコマの唐揚げとポテト。ここ最近毎日食べてます。鳥なので太らないのがいいですね。うまうまです。チリタップへ向かいます。北海道の旅17日目。約50分の距離です。朝のドライブが気持ちいいです。北海道最高。チリタップ岬へ到着。
ラッコはいないですね。残念。ハイキングしながら行こうと思ったのですが、車上嵐注意の看板もあり、少し不安なので車で行きます。ニット帽マスクは暖かいのですが、100% デブが疑われますね。4キロ先にも岬があるようなので行ってみます。ゆっくりしてたら誰もいません。左側にキャンプ場が見えます。冬はやってないようです。曇りでしたがなかなかな景色でした。晴れてたらもっと良い景色に思えます。ラッコが見られなかったのが残念ですね。さようなら。湿原の景色と海の景色で本日も最高です。アジチの岬へ到着。10分くらいでサクッと景色が見られました。本日は長距離移動がないので、ゆっくり観光ができます。ついでに早めの風呂で温まります。チリタップ温泉、ユーユへ到着。
寒いのでゆっくり風呂を楽しみます。まだ昼前なのに混んでるようです。そういえば本日は日曜日でした。天ぷらそば980円。だしが甘めで麺がつるつるもちもちです。おお、身が大きくて最高。嬉しい毎日絞りたて直送の牛乳。天ぷらそばのだしが甘々だったので牛乳の甘みが感じません。甘いですわ。牛乳は風呂上がりにすぐ飲まないと最高感は味わえませんね。こんなの聞いてないよ。風呂は少し大きい銭湯でした。浴槽からの眺めが良かったです。天ぷらそばの味はなかなか本格的でした。食事も美味しい温泉施設のようです。昆布ラーメンがあるのを後から知りました。機会があったら一度食べてみたいです。風呂と天ぷらそばで体の中までポカポカです。もう13時40分になるので次へ向かいます。道の駅へ戻りながら道中にある景色を見に行きます。湿原の景色が最高です。ここは湿原を歩けるようです。駐車スペースもありますね。知らないで通り過ぎてしまいました。さようなら。景色に気を取られてるとあっという間に後ろに車が張り付きます。邪魔立てするな。道民の迷惑にならないようにしてるのですが甘いですわ。道民はとにかく早いです。軽くひねってあげましょう。琵琶瀬展望台へ到着。
次へ向かいます。涙岬展望台へ到着。車上狙い多発。誰もいません。ちょっと不安です。サクッと見てきます。結構な距離ですが、景色が素晴らしいです。ちょうど良い散歩でしたが、クマ出たら積みます。怖いです。車上荒らしも心配になります。大丈夫かな。クマと車上荒らしに怯えながらで、あまりゆっくりできませんでしたが、ここの眺めも絶景でした。ゴミが目立つのですが、風が強いから飛んでくるのかな、それとも車上荒らしが汚してるのかな。神の裁きや。道の駅へ戻ります。この先も岬の展望台がいくつかあるようですが、めっちゃ寒いし体力の限界なので、観光はここまでにします。ダメ、力が入らない。雪がないので冬って感じがしませんが、外気温はマイナス2度です。強風の上に風が冷たすぎて、こさくな。手と耳がちぎれるんじゃないかと思いました。本日の景色もどれも素晴らしかったです。天気が晴れてたら最高だったんですけどね。まあ、霧タップだけに霧がないだけでも、運が良かったのかもしれませんね。さようなら。市街地へ戻ってきました。本日の夕食は道の駅にある炭火焼きです。道の駅が見えてきました。時刻は16時になりました。
道の駅厚岸グルメパークへ戻ってきました。営業時間は11時から18時。ラストオーダーが17時です。炭焼き炙り屋に急ぎます。いろいろあります。肉もありました。目当ては海鮮です。牡蠣がいいお値段しますが、他は割とリーズナブルなお値段。一人バーベキューです。生きてるやん。最高な贅沢です。一人なので寂しいですが、炭火浜焼きを楽しみます。食らい尽くせ。ホタテを火炙りにして、こんなの聞いてないよ。新鮮だけど残酷やわ。いただきだ。食べ放題ではありません。食材を選んで会計します。牡蠣を合わせて約6000円でした。エクセレント。ウィース。ハマグリが美味しい。アワビはデブには合わないかな。ホッケは蒸さないとふっくらしないですね。エビは面倒くさいけど最高です。ホタテが旬で白子がめっさ大きいです。白子がクリーミーでめっちゃうまうまです。エクセレント。言葉はいらないですね。浜焼き食べるの面倒くさいわ。寒。雪降ってるし、めっちゃ寒いです。雪が結構降ってます。もう一杯やってるので車動かせません。寒いのでホットカーペットをつけます。トマトジュースで血液をサラサラにします。めっちゃ降り出しました。そして誰もいません。おはようございます。起きたらドカ雪でした。気温はマイナス3度ですが、それほど寒くは感じません。除雪車が頑張っております。8時になりました。雪は止みそうにありません。さらに降ってきました。トイレへ行くのも大変です。雪がねーって文句ばかり垂れてたら、こしゃくな。
神様の怒りに触れたようです。神の裁きよ。また雪で遊べるのでデブとしては超ラッキーです。やりました。本場の雪道を体験しに行きます。心の準備をしないと。もう視界がやばいです。凄まじいさっき。ホワイトアウト状態です。覚悟しなさい。道民は余裕で走ってるように見えます。負けられないわ。道民からしたらこんな雪ちょろいんでしょうか。軽くひねってあげましょう。私からしたら災害レベルに思えます。まだまだ未熟ということか。北海道の旅18日目、約50分の距離です。雪道なので倍はかかりそうです。路肩が見えないので大変です。矢印の標識が頼りです。先ほどよりは視界が良くなりました。真っ白な世界です。後続車が迫ってきました。ゲゲー。雪の時くらいゆっくり走れや本当に。甘いですわ。これ以上は無理やわ。前に1台見えました。やりました。ああよかったわ。普通の速度やわ。道民の流れに合わせようともう必死でした。前に道民が走ってるだけでこの安心感。後続車が気になるのでめっちゃ助かるわ。めったに使えないバックフォグを使います。デジタルインナーミラーが見えません。ブレーキランプの雪を払ってデジタルインナーミラーが見えるようにします。雪の降る量が半端ないです。ここまでの旅で舐めてたこと言ってたけど、こんなところで立ち往生したら泣きますね。では出発します。雪道走行はめっちゃ神経使いますが、こんな大雪で走れるのはめっちゃ楽しいです。皆さんこの大雪にどこに行くのかと思ったらパチンコですか？道民はこんな雪は眼中にないようです。全然ついていけねえよ。めっちゃ速いんですけど。わかりますか？道民の前を走るのは地獄です。ふう、マジで疲れる。視界悪いので神経使います。めっちゃ吹雪いてます。釧路のぬさまい橋へ到着。ほとんど見えませんね。本当に市街地通ってくらいの雪の量です。めちゃめちゃ降ってます。フィッシャーマンズワーフムーンに着きましたが、
立体駐車場が見当たりません。車から降りたくないめめしいデブです。ここ釧路でドカ雪だとニュースでも大騒ぎでした。街に来ればまだマシかと思ったのに、こんなん車から降りられないわ。釧路駅前に来てみました。さっきからちょいちょい歩行者を見かけますが、こんな雪でなんで歩けるねん。すごいすごい。これもう無理です。この雪だと何もできそうにありません。さっきから吹雪の中、なんで出歩けるねん。道民には普通のことのようです。RV パークへ向かいます。約40分の距離です。この雪では身の危険を感じます。やることもないし、命優先で RV パークで仕事でもします。除雪車も全開ですね。ミラーヒーターが追いつきません。橋の下にスペースがありました。止めて氷を剥がします。屋根がないと降りられそうになかったので、めっちゃ助かるわ。氷が張り付いてます。ワイパーにも氷が張り付いてます。冬用ワイパーでないからでしょうか。熱線だけでは溶けないです。雪の量が多すぎのようですね。だいたい剥がせました。視界がめっちゃ良くなりました。我慢できなくて橋の裏で立ちちょめちょめちょめしたらiPhone を落としてかかりました。指がかじかんでまともに動きません。ショック。防水だから助かるわ。やったね。雪の上にしたので許してください。ごめんなさい。それでは雪道のドライブを楽しみます。Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta. Life's too short
サークルハウス赤いベレーへ到着。日帰り温泉と宿泊施設です。道の駅阿寒丹町の里。どちらかというと道の駅がおまけって感じです。トイレはめっちゃ綺麗です。RV パークの利用者も夜間は道の駅のトイレをご利用くださいとのことです。あそこが RV パークのようです。トイレが遠いです。下手こくと間に合わないかもしれません。とにかく雪の降る量がすごいので、こんなの聞いてないよ。ホテルにしちゃいました。ホテルにするならなぜここまで来たって今思ってます。夕食を食べて、いただきます。本日は何も食べてないので、ステーキセットを追加注文。上肉で柔らかくてうまうまでした。エクセレント。ここのホテルは22時以降は施錠するので、施設から外には出られないそうです。仕事して寝るだけなのでよしです。本日は仕事を勧められたので、この先の旅はのんびりできそうです。しかし北海道の宿は暖房がやばいわ。デブには耐えられない暑さです。おはようございます。こちらが道の駅で、隣の宿泊施設に泊まりました。朝食はデブにも優しいメニューで美味しかったです。昨日のドカ雪がもう除雪されてます。道がめっちゃ滑ります。ワイパーが張り付いてます。熱線で溶かします。北海道の旅19日目。本日の目的地です。宿泊費は1泊2食付きで約1万円でした。本日は移動だけで5時間と長距離です。鶴見台へ向かいます。約30分の距離です。昨日のドカ雪でまた冬景色になり、最高かよって超ラッキーです。やった北海道の除雪車ってすごいですね。昨日あんなにドカ雪だったのに、こんな山道までもう除雪されてます。マジすげえ。すごいすごい。思わず敬礼してしまいました。感謝します。ハイエース4クスタッドレスで雪道を攻めてみます。ちょっとふざけないでよ。鹿出てくるかもしれないので
ほんの少しだけです。覚悟しなさい。多分道民からしたら少し早いくらいの徐行です。甘いですわ。意外といけます。軽くひねってあげましょう。雪道めっちゃ楽しい。やりました。キャッハー。鶴見台へ到着。サクッと見て移動です。少し先の音羽橋でも鶴が見られるようですが、ググるのが甘かったようで知らないです通りです。何よ。鶴見ただけですけど、生で見るのは初めてかも。まあよかったです。まだ私にはバードウォッチングはハードルが高いようで、もっと上品なデブになってからですね。こういう下りのカーブは注意ですね。ブレーキ踏むとケツが流れそうです。しかも鹿出てくるんだ。試されすぎだろ、北海道。釧路市湿原展望台へ到着。駐車場は除雪してました。来るのが早すぎたようです。現金のみとかやめろや。何の。しかも通行止めだらけやん。うっそー。サテライト展望台には行けませんでした。除雪が終わるまでは行けなそうです。せっかく来たのに残念です。展望台からの景色は見れたのでよしとします。これで480円は高いか安いかは微妙です。滞在時間が5分だったので、やっぱり高いわ。
海側に出まして、ジュエリーアイスに向かってます。先ほど1台捕まってました。無理やわー、こんなまっすぐな道。速度出ちゃうわー。トラックめっちゃ速いな。道民からしたら私が遅いのかもしれません。ちなみに先行車がいない場合は、後続車が来たら秒で譲るようにしてます。私に道民の前を走る勇気はありません。小深石展望台へ到着。道中にあったので寄りましたが、これは無理でしょう。四駆を試そうと少し考えたのですが、やはり危険な香りがするのでやめときます。出られなくなってロードサービス呼んでも何時間かかるかわからないし、なんで行けると思ったんだよってシャッパー怒られると思われます。ジュエリーアイスへ向かいます。昨日のドカ雪で雪景色のドライブが最高です。やったね。ジュエリーアイスへ到着。駐車場から5分かからない距離です。ジュエリーアイス？時期が遅すぎたようです。ジュエリーアイスなんて残ってませんね。残念。そして誰もいません。白い砂浜です。初めて見る景色です。北海道の冬の海水浴場はどこも雪置き場になってたので入ることができませんでした。白い砂浜に海と素晴らしい景色です。太陽が暖かいです。
風がひんやりして気持ちいいです。デブ一人でうろうろしてると怪しまれそうなので帰ります。道中でおじさんに捕まりました。はじめまして。ジュエリーアイスを見せてくれるそうです。こんなデブのためにめっちゃいいおじさんです。ジュエリーアイスを作るよ。うわ氷を洗って砂を落として氷を立てて太陽を背に映すそうです。すごいすごい。これが北海道のおじさん。めっちゃかっけー。ありがとうございます。ありがとうございました。ついでに社会保障番号を聞いたのですが教えてくれませんでした。何言ってんだおめえ。北海道冬旅に用意した靴です。ノースなんちゃらはお高いのでこちらにしました。厚底で水たまりやシャーベット状の道も歩けます。靴底のグリップ力がすごいです。普通の運動靴だと滑りまくりでした。この旅で使い始めて19日目ですが体重100キロだとすり減り中は熱反射の銀の聖地になってます。なぜか蒸れることもなく暖かいです。外側は防水が弱いかと思いましたが雪であれば全く濡れません。ハイカットは脱ぎ履きが面倒そうだったのでローカットにしました。よくできたスノーブーツです。エクセレント。次の目的地へ向かいます。残り約3時間の距離です。おじさんとの楽しいひとときでした。ただのデブとおじさんが戯れる絵面でしたね。ジュエリーアイスはネットでググれば訪れたくなる観光地に思えるはずです。フンベの滝へ向かいます。約1時間くらいの距離です。気温は2度まで上がりました。もう雪道はなさそうですね。Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda
stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. フンベの滝へ到着。 Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better. 時期が遅かったので氷が溶けてますね。水量も少なく、もはや滝ですらありませんでしたが、道中にあったのでサクッと寄れました。おっと、トンネルで一瞬滑りました。危ない。入り口出口では要注意です。 Always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? 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 紅葉台、黄金道路へ到着。 Holding back, they wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't playing no games, I just do that's fact and I don't. ここは黄金道路が名称のようです。黄金道路は断崖を切り開き、長い年月をかけて開通した国道で、名前の由来は開通にかかった費用が黄金を敷き詰められるほど莫大になったことによるものだそうです。超がつく高級道路を走ってきて、VIPな気分になりました。えりも岬に向かいます。えりも岬に向かう道中の景色が素晴らしいです。左が海で右が山。めっちゃ最高な景色です。I've got a lot to say, can't hold it in this time.
えりも岬へ到着。素晴らしい絶景でした。I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page. 道中の眺めも素晴らしい。最高なドライブ景色です。めっちゃ素晴らしいです。素晴らしい景色です。すごいすごい。何回言うねん。道の駅へ向かいます。Don't
日が綺麗です。ちょうど日が落ちるので、夕日をサクッと見ていきます。一人旅は寂しさがありますが、気を使うことなく好きなことができるので、揉めることもなく自分だけの時間を過ごせます。ある意味最高に贅沢な時間に思えます。本当は私には友達がいません。デブなので誰も相手にしてくれません。やっぱり見た目が全てですね。デブにも思いやりをください。事故のようです。正面衝突でしょうか。両者ともボンネット開いてるがな。大丈夫かよ。癒しの力よ、かの者に再び命を与えよ。道民のハイエースは速いです。覚悟しなさい。道民仕様にカスタムされてますね。ないですわ。ハイエースに道民が乗るだけで邪魔立てするな。気合というとてもエコなカスタムで、あんなに速くなります。軽くひねってあげましょう。道の駅三井市へ到着。ガラガラです。駐車スペースも少なく、小さめの道の駅ですね。トイレは年季が入ってますが普通に綺麗です。道の駅の隣には風呂があります。鍋焼きうどんで一杯やって、夕食はエビフライ定食。身が小さすぎてびっくり。風呂から少し離れてるのがいいですね。本日は長距離移動で疲れたのでさっさと寝ます。おはようございます。北海道の旅20日目。外気温はマイナス9度まで下がりました。クロスを乾かそうとしたのですが凍ってます。外気温の温度計です。窓ガラスも凍ってますね。目の前が馬牧場のようです。サラブレッドでしょうか。いやー、景色が素晴らしい。
道の駅の隣の温泉施設です。駐車場が広いです。だいぶ汚れました。洗車をしに行きます。なんだか疲労感マックスなので、本日はゆっくりしようと思います。めっちゃ綺麗になりました。やっぱりガラスコーティングしておくと楽ですね。眠すぎるので昼寝をします。本日は晴天なので、ポカポカして気持ちいいです。おー、牧場の平原と山の景色が広がる。まさに牧場ビューのスイートルームです。すごいすごい。一泊5万円はしそうですがどうでしょうか。何もしないでのんびりと最高な一日です。やっぱりデブには休息が大事ですね。やったね。風呂上がりに砂肝とクラシックで一杯やって、少し贅沢にブランド牛を堪能したら、あとは寝るだけです。食べて出して寝るだけの最高な一日でした。おはようございます。ようこそ。本日は長距離なので早起きしました。起動します。ちゃちゃっと準備したら出発します。ちょっと待ってね。北海道の旅21日目。本日の目的地です。外気温はマイナス3度とそこまで寒くはありません。読み込みが完了しました。昨日はめっちゃのんびり過ごせたので、始まるよ心身ともにリフレッシュできました。レベルが上がりました。道の駅と温泉施設が少し離れてたので、割と静かに過ごすことができました。本日の移動距離は約4時間です。100キロの体をなんとか起こして、早朝からの出発になります。よろしくお願いします。日頃の行いが良いデブなので本日も晴天です。やりました。朝の海沿いのドライブは最高ですね。
道の駅サラブレッドロード2位カップへ到着。降りるときにずるっと行きそうになりました。危ない。超危ねかわせるかしえ。これですよ。昨日洗車した意味ないやん。ら。こしゃくな。北海道の旅も後半になってきたので、セイコマートの唐揚げとポテトをうわできるだけ食べておきます。味はケンタッキーで皮がカリコリしてうまうまです。エクセレント。鶏は太らないのでいくらでも食べられますね。道の駅は朝早い時間帯なのでやってません。馬にも興味がないので出発です。さようなら。北海道冬旅の動画をアップしてからお、道民の視聴率が1番になりました。まさか道民が見てるとは思いませんでした。うっそ。めっちゃ恥ずかしいです。やだ、恥ずかしい。本州の人たちに知ったかぶりをしてたのがバレます。ゲゲー。道民でもないデブが北海道を語ってるので何よ。怒られそうで怖くなってきました。すさまじいさっき。って言っても食べて走って道民は早いしか言ってません。中身もないので大して見られてないし堪忍してください。ないですわ。早えよ道民。覚悟しなさい。バカにしてんのか。カーツ。ちょっとアクセル緩めると後続車が張り付いてきます。ゲゲー。早えよ道民。負けられないわ。だからバカにしてんのか。カーツ。ごめんなさい。道の駅ウトナイ湖へ到着。綺麗な道の駅ですね。無料なので入ってみました。
野鳥を観察できるようなので、ダイエットに少し散歩してきます。木道がいいですね。贅沢な散歩道です。平日なのにめっちゃ集まってきました。野鳥観察をする上品なニートたちでしょうか。次の目的地へ向かいます。残り約2時間30分の距離です。北海道は流れが速いので、譲り合いの天国かと思いましたが、追い越し車線で速度絶対守るマンがいました。デブも北海道での放浪が長くなってきたので、今ではもう道民の流れに乗れるようになりました。制限速度で追い越し車線に。ずーっとはやめてね。東海書展望台へ到着。展望台は工事してました。少し先に別の見下ろせる場所があるようです。展望台からそこまで遠くありません。なんと先っぽまで行けるみたいです。掴むものが何もないのでめっちゃ怖い。怖いです。先っぽまでは無理です。危ない。生きったらあの世です。死ぬがよい。
工事中で展望前までは行けませんでしたが、なかなかな景色です。地球岬展望台へ行きます。5分くらいの距離です。地球岬展望台へ到着。iPhone 16 Pro での撮影。もうカメラもスマホでよくね。すごいすごい。他にも展望台があるようなので行ってみます。測量山。まだ上がありました。山あいに町があり、何とも言えない素晴らしい眺めでした。夜景の方が綺麗そうですが、こんなところデブには怖くて来れないわ。宿津公園展望台。白鳥大橋の眺めが良いです。道の駅カナスチール見たら室蘭へ到着。
割と混んでます。人気がある道の駅のようです。カレーラーメンと焼き鳥丼セット。カレーラーメンは新感覚で美味しかったです。焼き鳥丼も薬味でうまうまでした。地球岬だけでは物足りないなと思い、展望巡りをしてたら長居しすぎました。って感じなところはカットしてます。もっと時間があったら街もブラブラしてみたかったです。道の駅伊達歴史の森へ到着。街の中にある道の駅ですね。トイレはめっちゃ綺麗です。駐車場も広くていいですね。綺麗な公園です。お金かけてますね。儲かりまっか。動画のデータを移して少しだけ仕事をします。今回の旅で初めて座椅子を使ってみましたが、めっちゃ快適です。肩まである大きいのと悩みましたが、使わないときに大きい荷物になるし、長くても 2,3 時間しか使わないのでコンパクトなのにして正解でした。エクセレント。久しぶりの山岡や油が体に染み渡ります。電源が余ってるのでホットカーペットで暖かくして休みます。デブなので弱で使わないと汗が噴き出します。おはようございます。車中泊に人気の道の駅ですね。ゆっくりしてたら9時になりました。出発前に道の駅を覗いてみます。朝から並んでる人が結構いました。何がそんなに人気やねん。
のスーパーやんけ。焼きたてパンの店。焼きたてのパンが食べられそうです。うわ朝一で焼きたてのパンをゲットできました。ー、やったどれも出来たてでうまうまです。ー。おお、中でもスコーンとやらが濃厚でめっちゃうまうまでした。エクセレント。北海道の旅22日目。本日の目的地です。朝から食べ過ぎで眠くなるのですぐに出発です。街にある道の駅は利便性が最高でした。マーベラス。北海道に来て初めての雨です。残念。サイロ展望台へ到着。大人気ですね。入場料が無料だったので、なんか悪いから買ってみました。高級プリンです。高いだけあって濃厚で美味しいです。バナナラッシー。バナナ味の濃厚なヨーグルトですね。プレーンにすればよかったかな。買い食いするとゴミがあっという間にたまります。女の子がいっぱい来ました。もう一回言っとく。さあ行くぞ。次へ行きましょう。そんな。曇りなのが残念でしたが、綺麗な景色でした。何の。いやね、もう一回行こうとしたんだよ。でも目が合った瞬間そらされたんだよ。こしゃくな。やっぱりデブはお呼びでないんだよ。こんなの聞いてないよ。デブになってからは男性としか見つめ合う機会がなく、若い子がよく目をギラギラして見つめてくるので、負けられないわ。見つめ返すとやはりデブだからか目をそらされます。軽くひねってあげましょう。都会中にはかまってちゃんが多いので面倒くさいです。心の準備をしないと。おーこらー、なんやこらー。怖いです。恥ずかしいから構うなや。やだ、恥ずかしい。
洞爺水の駅へ到着。裏側で洞爺湖が見られます。めっちゃ静かで水の音しか聞こえません。めっちゃ癒されます。近くに公園もあるようなので行ってみます。浮見堂公園に到着。曇りですが最高のロケーションです。うわ晴れてたら最高でしょうね。ー、すごいすごい。洞爺湖を眺めながらおー、気持ちよすぎるのでまた昼寝です。洞爺湖温泉へ向かいます。湖をギリギリガールズですね。おい、さっきからどうした？狭い道でも道民は速いです。負けられないわ。もう張り付いてきました。かわせるかしら。はあ、ないですわ。洞爺湖温泉へ到着。めっちゃのんびりできそうな温泉街ですね。おしゃれな遊覧船。高級そうなホテルがずらりと並んでます。目の前が湖なのが最高ですね。次へ向かいます。ドライブを楽しみながら一気に進みます。Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas.
駒ヶ峰温泉チャップ林間へ到着。 When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. 露天風呂が広くて最高でした。 Sleep late at night, looking for ピピしたくなるお風呂屋さんでした。 the memories I 道の駅へ向かいます。 remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. 道の駅七色七へ到着。トイレはめっちゃ綺麗です。倍のハイエースが小さいわ。今夜は道中で購入した食材をやっつけます。ウィース。失敗しました。激まずです。ソースは美味しいんですが、麺を茹ですぎたようで、伸びきったそうめんのようです。ショック。ゴミ箱がないので胃袋に入れるしかありません。そんな。ちょっとした修行になりました。じゃがバターチーズ。蒸すだけなので普通には美味しいです。エクセレント。なんか足りないなと思ったらマヨネーズでした。やったね。激うまになりました。マヨネーズかけると何でもペロッといけちゃいますね。キャンピングカーだらけです。皆さん勝ち組ですね。わデブはだらだら生きてきたので勝ち組には入れませんでしたが、来世で頑張ります。フレー頑張って。
おはようございます。朝のルーティンをして7時の出発です。北海道の旅23日目。本日の目的地です。もう雪ではなく雨ですね。大沼国定公園へ到着。湖が凍ってます。誰もいません。貸し切り状態です。誰もいないので少し怖い。鹿出ただけでビビるかも。遊覧船もあるようですね。湖凍ってるのでやってませんけど。朝から気持ちの良いハイキングでした。少し先にも公園があるようなので行ってみます。別の角度での景色も素晴らしかったです。野鳥はカモしかいませんでしたね。では次の目的地はいかめ市です。
森駅へ到着。柴田商店。いかめし990円。手のひらサイズで小さいな。切ってないのでそのままかじります。味付けは薄めで優しい味です。出来たてでほんのり温かく、肉厚で柔らかくて美味しいです。イカ飯はそこまで好きではないので、イカ高騰などもあると思われるが、990円で少しお高く感じるかな。市販で売られてるパックよりは肉厚です。味付けは薄めなので好みに分かれるかな。ババアの接客がデブに冷ややかでした。デブにも思いやりをください。道の駅鹿部間血線公園へ到着。イカ飯食べたばかりなのもあり、混んでたので温泉へ向かいます。海沿いのドライブを楽しみながら、温泉への期待が膨らみます。ホテル函館広め荘へ到着。食事も美味しい高コスパな温泉施設でした。露天風呂の湯が白くて温泉の匂いもたまらなく、温泉に来たって感じでめっちゃ最高でした。次の温泉へ向かいます。デブには関係ないのですが、サーフスポットがあるようなので寄ってみます。波はなかったが綺麗なビーチでした。波の音ってめっちゃ癒されますね。カモメがうじゃうじゃいます。キモ。
水無し海浜温泉へ到着。手前のは入れないですね。もう一つの方は入れそうです。ちゃんとした脱衣場もありました。湯気が上がってるやん。これこそ天然温泉ですね。目の前が海で開放感がすごい。いただきだ。入りたいんですけど観光客が来だしました。ないですわ。女性や子供までいるので、体重100キロの腹をさらけ出すと、覚悟しなさい。ねえママ、あの人腹すごいよ。ヤッホー。やめなさい、聞こえちゃうでしょ。ってなるし。はじめまして。綺麗な景色を見に来てるのに、不愉快な気分にさせるのも悪いので諦めます。そんな。水着があると良いかもしれませんね。ちなみにデブの場合は角度にさえ注意すれば腹で一物を隠せます。エクセレント。満潮だと入れないのでチャンスだったのに。残念。ただ誰もいない時に来たとしても、すっぽんぽんで熊出たら怖いです。対応できないので悩ましいです。撃つべし、撃つべし。この先へは道がないので、ある意味最果ての温泉ですね。後で調べてみたのですが、夏はフナムシがいるそうなので、やっぱり冬が良さそうに思えます。少し上にホテルがあり、日帰り風呂もあるようです。海なので水着で入るのが一般的みたいですね。次回に水着持ってゆっくり来ようと思います。さようなら。道の駅へ向かいます。目の前が海で開放感がある素晴らしい温泉でした。海にも入れちゃうし最高ですね。道の駅名戸和山へ到着。展望らしい屋上がありました。波の音でめっちゃ癒されます。函館駅へ向かいます。駅に着いたら北海道一周になります。今回の旅は一周するのが目的だったので、ほとんど移動がメインだったんですが、
広大な景色を眺めながらのドライブが北海道の旅で一番だったかもしれません。道民速度で走るとさらに気持ちよかったです。函館駅前に着きました。知床は冬は通行止めなので、これで北海道を一周したことになります。函館の岡本で給油です。やっぱり安い。この時のデブはまだ税別とは知りません。看板の 145.8 円が税込み価格です。北海道一周の走行距離は3460キロでした。行ったり来たりしてたのでちょっと多かったですね。燃費はリッター 11.3 キロですね。海鮮系の居酒屋が人気のようです。すごいすごい。あっちこっちに海鮮系がありますが、今は肉が食べたい。何よ。で、来たのが焼肉ライク。一人焼肉で北海道一周を祝います。初めての焼肉ライク。肉しか頼んでません。野菜は後で野菜ジュースで摂取します。ビール飲みたいけどウーロン茶で我慢です。タン塩からいただきます。好きなものだけを食べる。最高です。エクセレント。ジンギスカンも忘れずに注文。食らい尽くせ。めったに食べないジンギスカンもうまうまです。やっぱり白飯に牛は世界で一番うまいです。やったね。ビール飲めたらもっと最高でしたけどね。頼みすぎて5000円もしちゃいました。これなら食べ放題行けばよかったかな。でも肉質が値段なりに良かったです。少し先に啄木小公園がありました。海沿いで山と町の何とも言えない景色で、ずーっと眺めていたい素晴らしい景色です。
海沿いの街の景色が最高でした。海沿いには歩道もあり、散歩もできそうです。函館駅の方へ戻ってきました。飲食店がずらりと賑やかに見えます。函館と札幌の観光もしようとしたのですが、よろしくお願いします。女の子のおしゃれな動画がいっぱいアップされてるので、デブのおじさんが観光してる動画なんて誰も見ません。悔しい。痛い絵面で哀れになりそうなのでやめておきます。認めませんわ。もう冬も終わってるし、やることもないので、これをもって北海道一周冬旅の終わりにします。函館フェリーターミナルへ到着。これから東京に向けて最速で帰ってみます。急遽帰ることになり、チケットの予約はしてないので、窓口での購入になります。ネット予約は2日後の便からしか取れません。ネットだとオフシーズンの海割で13,000円。窓口での手続きだと19,760円と、約7,000円高いです。まあ、オフシーズンなのでまだ安い方なのかも。ショック。4時間おきに便があり、次のに乗れるので、最速で青森に渡れる方法だと思います。すごいすごい。3時間後の21時55分発です。1時間前に並ぶとして、出発までまだ2時間あります。ラッキーピエロにでも食べに行きます。さっき焼肉を食べたばかりで腹減ってないのですが、せっかくなので思い出に食べておきます。フェリーターミナルからすぐのところにありました。おしゃれな雰囲気です。店員の接客がデブにも親切でびっくり。どうもです。定番のチャイニーズチキンバーガーセット。約1,000円と物価高を感じるわ。大きくてボリュームがありました。唐揚げの照り焼きバーガーですね。いただきます。レタスがしっかりしてる。嬉しい唐揚げも割と大きい。レタスのシャキシャキ感と照り焼きソースが美味しい。エクセレント。ペロリでした。ポテトも美味しいです。もう痩せる気がないデブになりました。初めてのガラナ。ドクターペッパーかな？ドクターペッパーも普段飲まないので、本当はよくわかってません。何よ。少し早めに戻ってきました。本州から移動してきた期間を除き、
23日間の北海道一周旅でした。やりました。旅の終わりは寂しいですが、それじゃね。やっと帰れるわ。さようなら。船に揺られて約4時間。青森フェリーターミナルへ到着。時刻は深夜1時40分です。青森へ到着しました。このまま東北道で東京へ向かいます。頑張って。フェリーでは2時間ばかり寝ましたが、神経質なデブなので熟睡はできませんでした。目が回ります。青森インターチェンジへ到着。時刻は深夜2時です。約700キロですね。ナビでの予想は7時間30分。まあ約8時間ですね。行きは常磐道と東北道を使いましたが、帰りは東北道だけで帰ってみます。軽くひねってあげましょう。街灯がないので視界が悪いです。ゲゲー。ハイビームにしないと先が見えません。怖いです。対向車にハイビーム食らわせないようにとオートにしてみたが、怪しいので結局は手動です。花輪サービスエリアへ到着。約1時間走りました。ちょい進めました。トイレ休憩をして出発です。今回の長期旅に出られたのはハイエースとポータブル電源のおかげでした。仕事をしながら旅ができたらいいなと思い、暇な時期を見計らって計画してたのですが、ちょっとした仕事なら可能でした。やったね。走行充電が 1,2 時間でできるのが良かったです。エクセレント。ソーラーパネルも持ってきたのですが、多分もう使わないかな。岩手山サービスエリアへ到着。フェリーで2時間寝たのでノンストップで帰ろうとしたのですが、デブなので眠さの限界が来ました。意外と進んでない。そんな。目がめっちゃむくんでるわ。ショック。眠すぎるので仮眠を取ります。ハイエース最高。やったね。おやすみなさい。おやすみ。おはようございます。ようこそ。約 4,5 時間寝られました。起動します。車が多いと思ったら日曜日でした。読み込みが完了しました。函館を出発前に給油してますが、始まるよー。ギリ足りなそうなので給油します。ちょっと待ってね。軽油リッター177円。わお。給油なしでもギリいけちゃう気もしますが、ないですわ。後々面倒になりそうなので給油しちゃいました。マーベラス。
17リッターしか入らなかったです。日曜日とは失敗しました。ゲゲー。混まないことを祈るしかありません。覚悟しなさい。地方は深夜走ると街灯が少なく視界が悪いので、混まないし明るい時に走った方が良さそうですね。120キロ区間です。120キロで走ろうとしてるのですが、風でハンドルが持っていかれるわ。かわせるかしら。いや前方のトラックが追い越しをしています。トラックの制限速度は80から90キロです。へえ。速度差5から10キロの追い越しでゆっくりになります。当選簿で煽ってるわけではありません。うんちゃんも暇じゃないので絡まないでね。お疲れ様です。よく道を譲ってくれるのでいつも感謝してます。ありがとうございます。まあ北海道ではトラックにも煽られましたけど、怖いです。わざとかってやからが未だにいますね。神の裁きや。生きって120キロから100ちょめちょめキロで走りましたが、めっちゃふわふわして余裕はありませんでした。覚悟しなさい。でも120キロ区間は爽快ですね。軽くひねってあげましょう。北海道を走って帰ってきたら、いつの間にかスピード強になってるがな。知らないよ。前方にスポーツカーが走ってます。車線変更が安定してて速いです。おお。バンだとふわふわして遅いな。ゲゲー。追い越し車線に戻ってからの速度の伸びも違いますね。すごいすごい。一度減速するとベタ踏みでも速度が上がるまで時間がかかります。やはり追い越しをクイックにできる車とは運転の疲労感も違うように思えます。減速から加速に時間がかかるとついつい速度を維持しようとして覆面に狙われやすいようにも思えます。さっきから何をほざいてんだよ。制限速度で走れや。国見サービスエリアへ到着。一気に進めました。トイレ休憩をしたらすぐに出発です。ここまで400キロでした。残り300キロですね。あとちょっと。下りのカーブがやべえっす。横転して転がりそうでめっさ怖い。怖いです。東北道はこんなのがちょいちょいありますよね。
だからバンで生きるんじゃねえよ。ごめんなさい。本日は晴天でドライブが気持ちいいです。速度取締機の標識がありました。トヨタナビのオービスアプリは少し知らせが遅く感じます。危ない。やっぱりレーダーの方が早いです。やりました。東北道はアップダウンも激しいですね。上りではベタ踏みじゃないと速度乗らないし、下りでは速度出すぎるしで、カーブもやたらきついです。常磐道の方が運転が楽かもしれませんね。まあ片側一車線区間はありますが、追い越し道路もあるので、そこまでストレスにはならないかもしれません。もう仙台からは常磐道でいいかな？認めませんわ。外気温が18度でめっちゃ暑いんですけど、北海道から一気に下ってきたら、気温も一気に冬から春です。すごいすごい。那須高原サービスエリアへ到着。これくらい進めました。もう春なので虫だらけです。トイレ休憩をして出発です。前車の後ろにおれるぞアピールがパネース。どうやら譲ってもらえないようです。残念。生きって左から行きました。その気持ちわからなくはないよ。佐野サービスエリアへ到着。日曜日なので混んでますね。これくらい進めました。佐野ラーメン。めっちゃ混んでたがな。寄らなきゃよかったわ。ショック。佐野ラーメンめっちゃ人気だな。儲かりまった。味はまあまあ美味しかったです。もう並んでまでは食べないかな。少し混み出しましたが流れてはいます。あと1時間くらいで到着しそうです。だんだんと交通量が多くなってきました。ウインカー出せやクラウン。まだいたんですかクラウン。その気持ちわからなくはないよ。
浦和本線料金所へ到着。9870円。恐ろしいですね。現在の時刻が15時なので、昨日の19時に函館フェリーターミナルに到着し、窓口でチケットを購入し、21時55分発のフェリーに乗り、深夜1時40分に青森フェリーターミナルへ到着。サービスエリアで 4,5 時間仮眠をし、総時間は約20時間でした。仮眠がなければ約15から16時間です。フェリー乗り場へ1時間前に到着すれば、さらに待ち時間もなく13から14時間になります。北海道が近く感じますね。川口ジャンクションを通過したら、これで今回の旅は終わりです。移動も合わせると、北海道の冬旅は26日間でした。フェリーと高速とガソリンの交通費を除けば、無料の観光地や駐車場が多かったのもあり、思ったよりお金を使わなかったので、びっくり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 です。本州を観光するよりお得に思えました。ハイエースでの車中泊生活は、寝るだけでなくいろいろできたので、普通車に比べるととても快適でした。座って頭が天井に当たらないのが重要ですね。ハイエースの場合は低いベッドキットをおすすめします。今回の旅の走行距離は約4900キロでした。東京から青森の往復が約1400キロ。高速道路の燃費は 12.2 キロですね。北海道一周は約3500キロ。北海道での燃費は 11.3 キロですね。アドブルーは満タンにして出発して、約5000キロで半分以上残ってました。ここまで見ていただいた皆様のおかげで、嬉しいな地獄の編集を頑張れました。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。おまけ。数日後に北海道での走りが恋しくなり、ベイブリッジでヒャッハー。うわー。生きります。速い車が来たので譲ります。うっそ。北海道での走りが抜けないとこうなります。こんなの聞いてないよ。ちなみにデブは今までゴールドでした。神奈川県警の不適切な交通違反取り締まりに期待して連絡を待ってみます。Fred here, who's making Fred.